まずですね、7本セット用のブロックっていうことで、これ7本が7種7用なんですよね。形も違えば重さも違う、大きさも違う、長さも違う7本を最小限で格納するっていうことを考えました。形はすごいシンプルなので、逆に粗が目立つというか、精度のいいものを作ろうというふうに試作をしました。デザイン的にはですね、木製のブロダクトとしては非常に難しいデザインをしています。非常にシンプルには見えるんですけども、四方転びになってて、非常にその精度、加工精度も要するような作りになってまして、上の部分のところが隙間がないんですよね。ここのところがいろんな角度が合わさってきたところで隙間をないようにぴったりと接合するのが難しくて、穴がストンと入ってるように見えるんですけども、実はこうやって見ると奥に行くにつれて幅が違ってくるんですね。これ実際にジグでやろうとすると本当に20個30個もう何十個も必要になってくるようなことで、さすがにちょっと手間がかかりすぎるってことで、これはもう5軸 NC でやろうかっていうことになりまして、組み立ては当然手でやるんですけどね。結構特徴的な肩口の形をしていて、ナイフを刺した時に前後の肩付き、左右の肩付き、それも全て計算に入っています。で、飛騨産業の方で、実際にナイフを刺してみて、そこのクリアランスだったりとか、ミリよりも細かい単位の調整を中でしてるっていう形ですね。これをお願いした時に難しいですという話だったんですけど、難しさが分かれば分かるほど飛騨産業は技術者魂があるので作ってみたいで、ここはどういうふうになっているのか、探求心がどんどん出てきて、で素材的に金属対木っていう形で非常に合ってると思いました。別な素材ってこともあったんですけど、ただ見た目のね、こういったナチュラル感っていうのが非常に大事にしたかったっていうのがありまして、この木目が非常に目立つということで、意識してやったつもりなんですが、今後の製品についてもそういうふうなことをしっかりやっていきたいなというふうに思っています。隙間を作ってしまうと、そこから水が侵入して壊れてしまうんじゃないかっていうことで、そのあたりは非常に注意してやってるんですけど、やっぱりすごいなと思ったのは、限界サンプルを作った時にですね、湿度 100% のところに何日間か置いて、また乾燥させて、それを繰り返しやった後にこのくらいになっちゃいますっていうものが出てきたんですけど、我々が見ても何の狂いもないものだった。それだけ相当しっかり作ってあるっていうことは、やっぱり飛騨産業の技術力だったろうなというふうに思いますね。厚みは厚いものですから、例えば20ミリの板ですとダボで組むってことがあるんですけども、この場合ダボで組めないんですね。まさに逃げ場所が全くない、それゆえに美しい仕上がりになって、ひときわ存在感を出すような仕上がりになってますけれども、他にできる人がいないと思うんですよね。飛騨産業の技術でしかできない工芸品に近いものになってると思うので、この価格だったら本当に安いものだと思いますね。